スプレーのこの水漏れの対策について、このタイプとかこのダイヤスプレーとかですね、使ってるとここからめちゃくちゃ水漏れしませんか？でこれがですねめちゃくちゃストレスだなと思ってて、たくさんあげたいじゃないですか、水を。でやってるとですね、ここにもうめちゃくちゃこれ水が垂れてるの分かります？こんなに床がびしゃびしゃになってしまうと。今まで皆さんこれどうされてましたかね？水が漏れてき始めるともう使い物にならないなと思って、この上を買い替えてたんですよね。このピストルを買い替えるともう本体買い替えるぐらいの価格になるわけですよ。で全然経済的じゃないので、なんかうまい方法ないのかなと思ったんですけれども、その方法がようやく見つかりましたので、はいバッチグー。全く水が漏れてないの分かります？もう新品のような状態に戻りました。バッチグー。皆さんこんにちは。西洋苔園の苔見沢です。今日はこちらのスプレーのこの水漏れの対策についてご紹介したいなと思います。この、業界でこれよく使われているスプレーですね。うちもクリアウォーターの、スプレーとしてこのスプレー採用させてもらっています。で、このタイプとかこのダイヤスプレーとかですねありますけれども、でこれってすごい便利が良くていいんですけれども、使ってるとここからめちゃくちゃ水漏れしませんか？でこれがですねめちゃくちゃストレスだなと思ってて、でなんとか解消する方法ないのかなと思ってですね、いろいろと試行錯誤したんですよ。でその方法が見つかりましたので、ご紹介したいなと思います。でまずはどんな状態になるのかっていうのを、この今水漏れしているスプレーで実際に実践してみたいと思うんですけれども、でこうやって大型容器とかもこれバーってたくさんあげたいじゃないですか、水を。でやってるとですね、ここにもうめちゃくちゃこれ水が垂れてるの分かります？実際今水をあげてみたんですけれども、こんなに下がびしゃびしゃになってしまうという感じでですね。で水やりの時にここまで水が漏れるともう下びしゃびしゃになってこれ拭かないといけないんで、余計な手間がかかるじゃないですか、こうやって。で容器にもびしゃびしゃになってつくんでちょっと大変ですよねと。ね、これはもうほんとこんなにびしゃびしゃになっちゃって大変なことになるということで、これ今まで皆さんこれどうされてましたかね？僕は今までもうこれ使ってて、もう水が漏れてき始めるともう使い物にならないなと思って、この上を買い替えてたんですよね。でこの上のこのピストル部分っていうんですけども、このピストルを買い替えるともう本体買い替えるぐらいの価格になるわけですよ。で全然経済的じゃないので、なんかうまい方法ないのかなと思ったんですけれども、その方法がようやく見つかりましたので、実際にじゃあどうやるのかっていうのをご説明します。これちなみにこれ新品なんですけれども、新品はですねこうやってもうパワフルにこうやって水をあげててですね、全く漏れないんですよね。でこれがいつから使っているうちにですねこう垂れてくるという感じです。でこれ中にクリアウォーターのパウダー入れてるんでそうなってるんじゃないかって思われる方もいると思うんですけれども、実はこのパウダー入れてなくても実際にこの垂れてくる現象が起きるっていうのはどちらも同じです。もう真水であってもここから垂れてくるんですよね。でこれ製造元にも聞いてみたんですね。垂れてくるんですけどっていうとここにその水を吹き出すための空気穴がここに開いていて、そこから多少水漏れするのは正常ですっていうふうに言われました。でただ最初出荷時点ですね、全く漏れないのが漏れてくるというようになってくると、この内部のピストンっていうものが部品があるんですけども、そこがちょっと劣化してしまうということで、それで水漏れが発生するということはありますねという話でした。で多少の水漏れは正常な範囲なんですが、ここまで漏れちゃうとちょっと正常の範囲を超えてるんじゃないかなと思って僕はいます。でこっちのタイプとですね、これもよく使われますよね、このタイプ。これ下がですね割れてここしかなくなっちゃったんですけど、これも水漏れするんですよ。でただこれは対策したので今全く水が漏れません。
ちょっとこうやってみると、全く漏れてないと思うんですけど、こうやってやってみるんですね。はい。これどっちも性能一緒なんでね、いいと思いますが、こういうふうにですね。はい。これも対策できますんで、両方、やり方は一緒なので、ちょっとご紹介したいなと思います。解決方法なんですが、これピストル部分を外します。外してですね。で、ここの中にですね、ピストルの中のこのピストンですね、ピストン。ピストンが入っています。このピストンっていうのは、シュポシュポするときに、ここで空気を送って、で、中の水が吸い出されるっていう、その仕組みがここに埋まってるんですよね。それをこのハンドルをこうやることによって、ここのピストンが動いて、空気が中に入り、で、水がこう吹き出されるっていう、そういう動きをここで実現しているのがピストンなんですが、このピストンを交換してあげると、また新品のような状態に戻るっていうことが分かりました。なので、そのピストンの交換方法っていうのを今からご紹介したいなと思います。で、この中のピストンっていうのは別でありますんで、これ、オンラインストアの方でですね、これはうちも別売りで、買えるようにしてますので、はい。このピストンをまず買ってください。で、これとこちら、中のピストンの形状が違うんで、ご注意ください。じゃあ実際にどうやるかっていうとですね、ここの取っ手を外します。はい。ここですね、ここの取っ手の部分を外すんですけど、ここ見えますよね。ここガチッとはまってるんですよね。ここはまってるわけですよ、ここが。これをこじってですね、外すっていうことをする必要があります。で、こじるのが結構コツがいるんですけれども、こういうちょっとこう強い太めのピンセットみたいなのがあればいいと思います。で、このタイプだと割と外しやすいです。こっちのタイプは、はまってるんですよ、中に。で、外からこう押し込んであげて、で、うまくずらして外すっていう、こっち大変です。こっち大変です。が、こっちは割と簡単です。これ例えばですね、ここをこうですね、こうやってこじりますよね。そうすると外れます。で、強くやりすぎると割れちゃうんで、そこだけ注意してください。こうやってやるとちょっとこうずれてるの分かりますね。ちょっとずれましたよね。で、ずらして、こう、ちょっとまたはまらないようにちょっとこうずらしておくと。で、こっちも同じように、よいしょ。そうするとこれ外れます。今これ両方外れたので、そのままスポット取ります。そうするとですね、中にピストンがあります。これがピストンですね。はい。で、よく見ると、ピストンが、こう線が入ってるの分かります？ちょっとこう、線が入ってるじゃないですか。これが、要はですね、この本当は、正常のピストンっていうのはですね、こちらが正常なピストンなんですけれども、これピストンのセットですね。はい。要はですね、このピストンのここの部分、これ綺麗じゃないですか。新品なんで当然綺麗なんですけども、ここがですね、この筒の中で、これ動くことでですね、こう筒の中でこう動くわけじゃないですか。なので、空気が、シュッてやった時に空気が圧縮されて中に、このボトルの、ね、タンクの中に空気が圧縮されて、中にこう空気がこう押し込まれると。その分、ここの、ね、ここの部分から水が吹き出ていくっていう、そういう仕組みなんですけども、この筒の部分がこうなってるんですけど、この筒ですね。ここにですね、こうはまってるわけですよね。ここで割とこう綺麗に密着した状態で空気を押し出されるようにな構造なんですが、劣化してですね、ここに線が入ると、これ空気が漏れるじゃないですか。この密着がなくなってくるので、それで出が悪くなったりとか、水がここから吹き出てくるっていう、そういう現象になっているんですよね。なので、この劣化したピストンを変えてあげると。で、ここだけでいいんですね、本当は。変えるのは。これだけでいいので、
これだけを変えると。はい。これが古い方ですね。で、この頭のこの部分、このピストンを支えるこの部分は、全く変える必要ないんですけれども、こっち側だけですね。こっち側だけ。これだけ変えてください。で、もともとあったように組み合わせていきます。はい。で、このバネがね、最初ここにはまってるんで、このバネをこの軸にですね、通してもらってはめてあげると。このね、中に軸があるの分かりますか？この中に。このバネをこの軸に当ててあげるという感じです。はい。これで今もシューって言っても分かります。指で押さえただけでもシューって言っても、だいぶこれ、改善されています。あとは、この先ほど外したこのハンドルをうまくはめ込んであげるだけなんですけれども、はめ込む時もですね、ちょっとやっぱりこう工具みたいなものが必要なんですが、なんとかね、よいしょ、頑張ってはめると。よし、はまった。工具使わなくてもいけましたね、今ね。なんかうまいこと角度がはまれば、パチッとはまります。で、この後に、この頭、先ほどのこのピストンの頭を、この中の溝に、こう、はめ込んであげるとですね、うまくいきます。ちょっとこう、ピンセットなどで、こうギュッとつまんで、グイッとやったらですね、はまりますんで、これで交換完了です。ではですね、先ほどの、さっきも水が漏れまくって出も悪かった、このピストル部分ですね。これを今、中のピストンを変えたので、実際にどれぐらい出が良くなったのか、ちょっと確認をしてみましょう。で、この水の滴った部分がですね、滴った水が、最初ないように一回ちょっときれいに拭いて、はい、バッチグー。全く水が漏れてないの分かります？もう新品のような状態に戻りました。バッチグー。グー。はい。という感じでですね、このスプレーの水がボタボタ落ちるっていう現象が、この中のピストンを交換する。厳密にここだけでいいんですけど、これだけを交換してあげると復活するというお話でした。で、皆さんも同じようにですね、このスプレー使っていて水漏れするなーっていう方、特にね、この業務用で使われている方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、この水漏れの対策に、このピストンの交換っていうのをぜひですね、皆さんチャレンジしてみてください。で、このピストン、うちでは、この、クリアウォーターに使っているこのタイプですね。このタイプのピストンっていうのをちゃんとわかる形で、西横系のオンラインストアにこのパーツをですね、出品してますので、もし同じような現象で悩まれた方は、このスプレーであれば、こちら、ピストンですね。ぜひ買ってください。で、こちらもですね、使われている方は、これピストンの型番が違うんで、これとまた探してですね、他のところでも売ってますんで、ぜひ買ってください。はい。ということでですね、以上になります。このスプレーとても便利なので、ぜひですね、皆さん水漏れ悩まれている方は、こちらの動画を参考に、ぜひ長くですね、経済的に使っていただければなと思います。はい。それでは皆さん、今日はありがとうございました。失礼いたします。